皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はレクサスの新型 NX をご紹介していきたいと思います。このお車は皆さんご存知かと思いますが、発売当初から驚異的な人気を博しているお車で、ホームページでの好評では納期は1年以上と待ってでも買いたいと思わせてくれる、そんな1台となっています。私もずっと紹介したいなと思っていた1台で、今回ついにご紹介できる機会をいただけたので、ミーパーキング初のレクサス車ということで、ぜひ最後まで一緒に楽しんでみていただけたら嬉しいです。それでは早速スタートです。本日ご紹介するグレードは NX350H F スポーツという大人気モデルとなります。全長 4660mm、全幅 1865mm、全高 1660mm、燃費は WLTC モードで 19.9kg です。今回のこの新型 NX は先代のモデルよりも全長全幅ともに 20mm、全高は 15mm 大きく拡大し、この大きすぎず小さすぎない絶妙な存在感、人気が出るのも納得ですよね。車格だけでなく内装外装ともに全てが一新され、これは正直待ってでも欲しくなるなと思ってしまうほどの素晴らしい作りになっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、この精悍さ漂う切れ長のヘッドライトに大型のブラックグリルといい、まさにレクサスを象徴する美しくてかっこいい、そんなフロントマスクとなっています。このレクサスの特徴でもある中央のスピンドルグリルは F スポーツ専用のメッシュグリルが採用され、横から見ると分かりやすいのですが、効率よく空気を吸い込めるようにグリルを垂直にきれいに立たせ、また F スポーツ専用のこの部分をシルバー塗装で仕上げることで、低重心でよりスポーティーさも感じられる、そんなデザインにもなっています。またさらにこの上品な雰囲気を際立たせているのが、このブラックがかったヘッドライトだと私は思っていて、このちょっぴりダークテイスト調の目元に L 字のデイライトの組み合わせといい、これは正直反則レベルですよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、この L 字と三眼リングのデザイン、すごく上品でかっこいいですよね。ウインカーはラインが発光するデザインに仕上げられ、この美しい顔立ちといい、ライト点灯時も印象的です。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、ロングノーズにクーペフォルム、大型アルミホイールといい、とても美しさが際立つ、そんなサイドデザインとなっています。ここのミラーと窓を囲む部分は F スポーツ専用のブラックで仕上げられ、フェンダー部分はこちらも F スポーツ専用でボディ同色が与えられるなど、サイドから見た時に SUV だけどシティ派であるのがはっきりわかる、そんなデザインとなっています。タイヤは20インチです。この F スポーツ専用のグロスメタリック塗装がされたホイールもとてもかっこいいですよね。また今回のお車にはオプションにはなりますが、オレンジのキャリパーも装備され、このいかにも速さを感じさせてくれるおしゃれな雰囲気、すごく似合っていますよね。給油口は左側についています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで安定感のある台形フォルムに一文字と L 字のテールランプといい、とても高級感とスポーティー要素を感じるかっこいいリアスタイルとなっています。今回からここのレクサスという文字タイプのロゴが採用され、このパッと見た瞬間から感じる高級感と上品さ、本当美しさを感じられます。またここのバンパーのシルバー化色は F スポーツ専用装備となっていて、このリアの張り出し具合と力強いリアコンビネーションといい、見とれるほど美しくてかっこいい、そんなデザインだなと感じました。ライトを点灯するとこのように点灯し、この一文字と L 字のコンビデザイン、先進性も感じられ、すごくかっこいいですよね。私個人的にもこの発光のデザインはすごく好きで、夜はライトをずっと見ていたくなってしまうほど美しいなと感じました。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。まずドアを開けるときですが、ドアハンドルの内側を軽く押すことで簡単に開く新機能が搭載されています。内装はこのような感じで、ブラックを基調としたとても上品で高級感が漂う、そんなデザインとなっています。今回のフルモデルチェンジは
想像をはるかに超えた次世代のレクサスを象徴する空間に仕上がっていて、外装の美しさ同等レベルの素晴らしい室内になっているので、詳しくその全貌を見ていきましょう。まずフロント中央には14インチのワイドディスプレイが搭載されています。この画面は大きくてもこのようにとても滑らかに操作することができ、また反射を抑える反射防止コーティングも施された、そんなディスプレイとなっています。ここにはディスプレイと一体型になったおしゃれな温度調整のダイヤルも備わり、ダイヤル自体が一つの液晶としてデザインされるというありそうでなかったとても美しい作りになっています。ダイヤルの中央にはボリュームのつまみが配置され、ここを押すことでオーディオのオンオフを切り替えることもできます。そしてその下にはハザードボタンと、その下にはオプションになりますが、視覚になりやすい部分を確認することができるアラウンドビューモニターのボタンも備わり、下はソフトパッド素材を配置するなど、デザイン重視かなと思う部分も使い勝手を最優先にしている作りは本当素晴らしいなと感じました。そしてディスプレイ左下のこの部分を押すと、このようにシートヒーター、シートベンチレーション、ステアリングヒーターなどを一度に分かりやすく表示させることができ、インパネ周りをスマートに次世代感も感じられ、分かりやすくていいなと感じました。ここには DVD などのスロットと、その下にはオプションになりますが置くだけ充電も備わり、なんとこの部分はこのようにスライドすることで充電したままでもその下を収納空間として使うことができます。中はサイド部分まで全て起毛仕上げとなっていて、アクセサリーソケットが1口、USB が2口ついています。さらにその後方にはサテンメッキ加色が施されたおしゃれなドリンクホルダーが備わり、底面には滑り止めマットが採用され、片手でもペットボトルの蓋を開けることができる、そんな作りになっています。そしてその隣には新開発のおしゃれなシフトレバーが備わり、触り心地も質感も非常に高く高級感を感じられます。使い方は右に一度倒して操作するタイプで、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。パーキングはボタン式となっていて、もちろんここには電動パーキングブレーキとオートホールド、また EV 走行のボタンなども備わり、すべてボタンまでグロスブラックで統一するという世界観、ほんとかっこいいなと感じました。そしてここには操作しやすい位置にデザインされたドライブセレクターのダイヤルが備わり、このようにいろいろな走りを選択することができ、ここの選択中の文字小さくて分かりにくいなと感じたことがある視聴者様も多くいらっしゃるかと思いますが、なんとこの新型 NX はディスプレイにも選択モードを表示してくれるので、これは安全面もそうですが優しさが溢れている機能だなと感じました。サイド部分には運転席はもちろんのこと、助手席側にも2パッドが備わり、この大型のアームレストも運転席側からも助手席側からも開けることができる両開き仕様になっています。それでは次にシートを見ていきましょう。シートはこのような感じで F スポーツ専用の本革のスポーツシートとなっています。シートに座った感じもとても良く、程よい硬さにサイドのサポート力も十分にあり、これはすごく運転しやすい印象です。シート調整は電動で調整することができ、操作スイッチはグロスブラック、台座はおしゃれな加色も施され、どこまでも手を抜かない美意識の高さにはほんと驚かされますよね。足元には F スポーツ専用のスカッフプレートと専用のアルミペダルもセットされ、アクセルペダルがオルガン式なのは個人的にもすごくいいなと感じました。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルはこちらも新開発の F スポーツ専用の本革巻き仕様となっています。触り心地も握った感じも非常に良く、とても操作性は良さそうです。そしてなんとここの操作ボタンは十字キー表示の新しいタイプが採用され、ヘッドアップディスプレイと連動し、目の前に操作している部分が浮かび上がるというとても斬新なシステムとなっています。ベースとしては左側がオーディオ関係とディスプレイ関係、右側はクルーズコントロール関係や車両設定など一般的な配置ではありますが、最初のうちは慣れるまで少し時間がかかりそうな、そんな印象も受けました。ハンドルの調整は電動で調整することができ、前後を上下に大きく調整することができます。
ジンスタートスイッチはディスプレイの左側についていて、エンジンを始動するとこのように動き出します。音もすごくこだわって作ったそうで、一瞬の出来事ではありますが、気持ちも上品に整えられますよね。それでは次にドア内側を見ていきましょう。ドア内側はこのような感じで、シンプルなデザインの中に金属調のアルミを配置したとても高級感際立つ、そんなデザインとなっています。この部分は F スポーツ専用のダークスピンアルミという立体構造の可色となっていて、この浮いた部分からはアンビエントライトの光の演出があったりと、さらにワンランク上の上質な空間を作ることもできます。そして内側からドアを開けるときは、この部分を押すことで簡単にドアを開けることができ、個人的にすごいなと思ったのが、このシステムを E ラッチというんですが、後方の死角に入っている車両をお知らせしてくれるブラインドスポットモニターと連携し、ドアを開けようとしたときに車や自転車と接触する危険があると判断した場合には、ドアが開かないようにアシストしてくれるなど、こういう技術の進歩にはすごく驚かされ、本当素晴らしいなと感じました。ドアを閉めた音はとても重厚感漂う音となっています。運転席右側にはエアコンの吹き出し口と、その下には給油口を開けるボタン、パワーバックドアの開閉スイッチがついています。給油口を開けるボタンが上側に配置されているのは個人的にも非常にポイントが高く、分かりやすい上にボタンはグロスブラック塗装もされています。そしてその下には蓋付きの ETC が配置され、ただカバーで隠れていると思いきや、こちらもしっかり起毛処理が施され、これは本当に驚きました。そして中央上部にはオプションにはなりますが、デジタルインナーミラーが備わり、ここにはサングラスホルダーがついています。ルームランプはスポットライトのようなおしゃれなものが備わり、照明に触れると点灯するというシンプルで分かりやすいデザインになっています。ここにはヘルプネットのスイッチも備わっていて、万が一の事故や急病時はもちろんのこと、煽り運転に遭っているその瞬間にも対応してくれるので、この機能はついているだけでもすごく安心できるんじゃないかなと感じています。そしてサンバイザーは運転席助手席ともに鏡と LED 照明が備わり、グローブボックスは鍵付きで、もちろん起毛処理が施され、容量も十分なものとなっています。それでは次に気になる後席を見ていきましょう。後席も前の席同様、ハンドルの内側を軽く押すだけでドアを開けられる、そんな仕様となっています。また後席のドアハンドルで施錠や解錠もすることもでき、私もこの機能はよく使っていますが、想像以上に便利です。室内はこのような感じで前の席と全く遜色ない作りになっていて、シートに座った感じもとてもよく、足元空間や頭上空間も十分にあり、これはすごく快適です。中央にはピオノブラック可色が施されたエアコンの吹き出し口と、その下にはオプションにはなりますが、3段階のシートヒーターもつけることができます。さらにその下には USB が2口と 100V のコンセント、シート中央にはドリンクホルダー付きのアームレストも備わり、後席の使い勝手も十分すぎるほどのそんな仕様となっています。もちろんリクライニングも1段階ですが調整することができ、頭上には LED のルームランプも備わっています。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。ラゲッジはキックセンサーでもボタンでもどちらでも開けられる、そんな仕様となっています。中はこのような感じで、奥行き、幅といい車角以上に広く感じる密室空間となっています。ボードの下はボックスタイプの収納スペースがいくつか備わり、思っている以上に収納空間もあり、これはすごくありがたいなと感じました。またここには 100V の電源が備わっていて、一つの車に2箇所もコンセントが用意され、この美しい車でキャンプなんてできたらもうほんと素敵な思い出が作れそうですよね。またさらに密室空間を拡大したい時には、ここのスイッチ一つで自動でシートを畳んだり起こしてくれる機能もつけることができ、後席にわざわざ移動しなくてもラゲッジで全て完結できるのはすごくスマートで今っぽいなとも感じました。いかがでしたか？本日はレクサスの新型 NX をご紹介させていただきましたが、この美しいスタイルに先進性あふれる内装といい、
所有感も満たしてくれそうで、納期が1年待ちというのも納得の素晴らしい1台でしたよね。私自身初めてレクサスのお車をご紹介させていただいたんですが、見た目の美しさと使い勝手の良さを自然と融合させたデザインがとても素敵だなと感じていて、今回のこの新型 NX はサイズ感もちょうどよく、これからますます人気が出そうな1台だなと感じました。実際に新型 NX に乗られている方の感想や試乗された方の感想、また動画の感想など、ぜひコメントに書いていってくださると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけますと動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。